こんにちは、写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミではいつもの写真の技術や機材、表現そのもののお話ではなく、言うならば心持ちのお話です。とはいえこの心持ちは自己表現としての写真表現につながるものとして一体となってくるものだと井上は考えています。そこで今回はある神様のお話をしようと思います。と思われる方もいらっしゃると思うんですが、それは古代ギリシャ神話の中に登場するチャンスの神様カイロスのこと。このカイロスには少し興味深い特徴があって、カイロスには前髪しか生えていないと言われています。そのことからチャンス、つまりカイロスが近づいてきた時に目の前にカイロスの前髪があるうちに掴まなければ、後ろ髪がないので掴むことができないというんですね。こういうお話を聞くと少し抽象的に感じるかもしれませんが、写真表現の現場ではこういったチャンスが日常的に訪れます。今回はチャンスにまつわるお話と意識のお話をしたいと思います。今回のお話も皆様の撮影に生かされると嬉しいです。撮影の際には素敵な光景や瞬間が突然現れることがあります。そのようなチャンスとの遭遇は皆様にも覚えがあることと思います。でもそんな時に限ってカメラの設定が合っていなかったとか、レンズの交換をしている間にその瞬間が過ぎ去ってしまった、ひどい時になるとちょうどカメラを持っていなかったなどということがありがちです。それがまさにカイロスの前髪をつかみ損ねた瞬間なんです。井上も実際にそんな失敗を何度も経験してきました。今日は皆様にその前髪をしっかりつかむための方法、つまりチャンスを最大限に生かすためにどんな準備をしているのか、井上の具体的な経験を交えてお話をしたいと思います。まずこちらの写真をご覧ください。初夏の北海道での一枚です。風景写真を愛される皆様の憧れの土地の一つである美瑛町の丘、そして霞の向こうに大雪山十勝岳連峰が並んでいます。風景の撮影ですから、手前から奥までピントが合うように被写界深度を深くするために絞り値を大きくして撮影していました。またできるだけノイズを少なく高画質に取り残すために ISO 感度は常用感度の最も低い感度にしています。シャッター速度は被写体ブレが目立たない限り成り行きに任せることが多いのでかなり遅くなっています。ちなみにこの時手ブレ補正機能はオフにしていました。撮影後この設定のままでの車での移動を始めて、次の撮影地に着いたらすぐに三脚を出してまた撮影をしてとやるのですが、北海道内での撮影地から撮影地の移動の間には野生動物に遭遇することも少なくありません。そう、こうやって出会ってしまうんですね。この時は警戒心が高くなりつつある子狐でした。ここで問題が起きるんです。設定値が先ほどの風景撮影の時のままになっていて、動物を撮影するにはあまりにも無理があるものになってるんです。そう、そのまま撮影するとシャッター速度が遅くてブレブレになってしまいます。ひどい時にはシャッターボタンを押してもシャッターが動かず、あれとやってるうちにピピピピピピッと電子音が鳴るんですね。シャッターボタンを押した時のブレを嫌って、先ほどは2秒タイマーをセットして撮影をしていてそのままになっていたりするんです。もっと言うと、せっかく撮れても今度はなんかブレてるんですね。手ブレ補正もオフになっている。そう、シャッターを切った時にはもう狐があっちを向いてたりするんですね。こうやってチャンスの神様、機械の神様カイロスの前髪をつかみ損ねてしまうんです。この写真が残ってるっていうことはちゃんと井上は用意してたということなんですけどね、この時はね。はい。撮影中や移動中に状況がいつでも変わる可能性があるということを意識することが、カイロスの前髪をつかむための備えになります。撮影が終わったらすぐにカメラの設定を慣れたものに戻したり、野生動物たちに遭遇する可能性のある場所では動物撮影用の設定にしておくなど、そういった小さな準備が確実な成果を生むことになりますと偉そうに語っているのですが、井上は未だにこれを徹底できず、この時は良かったんですけど、時々ね失敗をしているというのは内緒です。では具体的にどのような準備をしているのかお話ししましょう。車で移動する際、助手席にはカメラバッグを、足元にはポータブル電源を配置しています。いつでもバッテリーが切れることなく、急に長回しの動画撮影をすることになっても対応できるようにしています。
カメラバッグがここにある理由は、車内がレンズ交換をするのに最適な場所であるためです。車外では風やホコリが入り込んでしまうリスクが高くなるので、車内でのレンズ交換をするというわけです。また、車での移動中に出会った野生動物を撮影するときには、野生動物に不要な警戒をさせないように、まずは車内から撮影することが少なくないことも、カメラバッグをここに置く理由の一つになっています。カメラバッグを後席やトランクに乗せていたために、運転席のドアの開け閉めをすることによってパタンと音が鳴って野生動物たちにプレッシャーになってしまい、挙句の果てに逃げられてしまったら切ないです。カメラの設定ですが、井上はメモリー機能を使ってあらかじめ動物写真撮影用、一般的な動画撮影用、そしてスタジオでの YouTube 撮影用の3つの設定を記憶させています。風景の撮影の設定を記憶させていないのは、風景を撮るときには大抵余裕がありますから、ゆっくり設定すると、スタジオでの YouTube 撮影でも余裕があるじゃないかと言われるかもしれないんですが、こっちはね、今度結構僕ね、YouTube の撮影サボりがちですから、そうすると忘れちゃうんですね。設定を失ってしまわないようにメモリ機能を使って残すということをしています。動物撮影用の設定では、シャッター速度を1000分の1秒以上、そして絞りは開放、ISO 感度はオートに設定しています。そして連写速度も20枚とかね、30枚1秒間に撮れるようにしています。そしてオートフォーカスのモードはコンティニュアスで動物の瞳にピント合わせて追従するというね、設定がいいでしょう。瞬時に素早く動物の目にフォーカスを合わせてくれるようになっています。2015年の朝でした。白樺の足元にひまわりが咲いているところを見かけて撮影をしていました。絞りはガリッと F11 まで絞っていたようです。35mm 版換算値で 300mm の焦点距離ですから、最低感度の ISO100 の時のシャッター速度が40分の1秒になっていました。これは三脚を使っての撮影です。雨がパラパラ降ってきたり止んだりしている中、時々日が差すような空模様で、虹が出そうな時は、今虹が出たらどこへ移動して撮るのかを想定しておくのが良いでしょう。せっかく虹が出たのですから、はい、虹が映っていましたというね、証拠写真のようなものよりは、虹がかかった素敵な風景を撮りたいものです。これもカイロスの前髪をつかむための備えと言えるでしょう。こんなことをしているうちに、この時はふと思い出しました。あっちの丘で3日連続で朝にキタキツネが歩いていたな。今日もいるだろうかってね。このゼミに参加いただいている皆様はもうお気づきですよね。そう。こういうことを細かに覚えておいて、空振りだと分かっていても、その現場に足を運んでみるということが、カイロスの前髪をつかむための備えになるということなんですよね。で、この時はね、いたんですよ。しかも稜線にね。背景の空模様は温帯低気圧がもたらしたおどろおどろしい雰囲気。すごすぎる。カメラのモードダイヤルをくるっと回して、あらかじめセットしておいた動物写真撮影のメモリを呼び出して、この現場にあったように少しだけね、最適化の調整をしてさっと撮ります。この時はピントをしっかり合わせたかったのと、震える手と体でブレないようにね、ガーンと絞ることと、そしてシャッター速度をより高速にするという設定をしています。丘の稜線を歩いてくれる時間なんてほんの数秒かもしれない。長くても数十秒。このチャンスをものにすることができるかどうかは、やはり備えにあるなぁと、今でもこの写真を見るたびに強く感じます。繰り返しになりますが、撮影のチャンスは突然訪れがちです。カイロスの前髪をしっかりとつかめるように、つかみどころのない後頭部を見送る悲しいことにならないように、備えをしておきたいものです。写真を撮影したり表現したりすることを楽しみとしている多くの皆様がこのゼミにお集まりいただいているわけですが、その中には素敵な写真が撮れたら写真コンテストに応募して賞をもらえたらなと考える方もいらっしゃるでしょうし、 SNS におけるいわゆるバズる状態を期待して写真を撮ったり投稿したりする方もいらっしゃることと思います。そして樹木を集める中で写真表現をする人として名前が世間に広まることや、写真撮影や写真表現を職業や生き方そのものにしようと機会を狙っている方もいらっしゃることでしょう。自身の写真が樹木を集めた時のためにどういった備えをするのが良いのでしょうか。今回チャンスの神様カイロスのこととともにふと考えてしまいました。後ろ髪をつかもうとするのは悪あがきだとして、写真表現を職業や生き方とするために
カイロスの前髪をつかむにはどんなことができるのでしょう。ここからは井上が体験したことや考えてきたことを少しだけお話ししたいと思います。写真を撮って SNS や写真コンテストに出しているうちにだんだんと樹木を集めることができるようになったわけですが、その度に様々な方々から声をかけられることが増えてきて、その時に気づいたことが一つあります。よく聞かれることが一つあるんです。この写真は素敵だね。ところであなたは他に何を撮ってるのということなんですね。樹木を集めた写真作品があった時に、その撮り手に人間としての面白みと安全性があるなら、メディアはその撮り手を報道以外のコンテンツとして取り上げたいなと考え始めるものです。他にどんな展開がその撮り手との関係で可能なのかということを考えるんですね。思い起こせば2015年あたりからじわりと井上の写真の仕事が増えた時、2016年に自然写真家として海外のナショナルジオグラフィックで取り上げられたあたりから海外向けの仕事が増えてきた時、2017年に情熱大陸出演後に数多く舞い込んできた国内のさまざまなお仕事や企画などそれぞれの場面で、ところであなたは他に何を撮ってるのという趣旨の質問がよく投げかけられたものです。この問いかけに対して野生動物写真群に加えて用意していたのは風景写真群と飛行機写真群でした。群というからにはある程度の写真枚数になります。それをテーマに写真展ができるほど用意しておくというのが良いかもしれません。そう、100枚ぐらい。そうすることで何らかの企画をしようと声をかけてくれた人たちの選択肢が増えたり、企画に広がりや冗長性が生まれて企画が実現しやすくなるはずです。これが連鎖すると自身の写真表現と名前が立て続けに世の中に露出することになるので、名前の浸透と安定的な仕事につながることになると考えていました。ところであなたは他に何を撮ってるのというね、チャンスの神様カイロスが前髪をふわっと見せながら近づいてきたその時に備えるというのはとても大切なことなんです。井上はそういった備えのおかげもあって北海道のイメージ広告展開におけるさまざまな機会を得ることができた上に、今でも航空会社が選ぶ写真家として飛行機に風景、そして中で働かれている方々の撮影も続けています。さまざまな機材メーカーとの関係も同様です。こういった関係があるからこそ、この今自身が最も楽しいと感じている野生動物や飛行機の撮影に取り組むことができています。せっかくここまでお話をしたので、もう少し踏み込んだ備えについてもお話をしておきましょう。ところであなたは他に何を撮ってるのという問いかけに対して披露するための写真群には、自身ならではの写真群を用意するという心がけを井上はしていました。すでに誰かが発表している作品のような写真を用意してしまうと、それがバレた時に痛々しいことになるだろうと考えていたからです。ここで求められているのは、誰かの写真表現のトレースがうまくできる器用さではなくて、安全な新しさのはずと考えていました。トレース表現を披露していても気づかずにいいねを押してくれる SNS のフォロワーたちとは全然異なる目で見られていることを意識して備えなければいけないということなんですね。せっかく一緒に仕事をしようとしている方から、この写真も素敵だけど、あれ？見たことあるぞ。この素敵な写真の撮り手は時に誰かの表現を真似してしまうこともあるのか。この人を広告に使ったらちょっとマインド的に危ないかもしれないな、なんて思われてしまったら残念すぎますからね。よほどコモディティ化している表現でなければ避けるのが良いのかなと井上は考えていました。写真表現で頭角を表すための主戦場の一つに今日の SNS を挙げることができると思うのですが、ここではトレンドやコモディティ化された表現に知らず知らずのうちに流されがちになることがあり得ます。井上自身もこの表現いいなと感化されることだって当然にあります。でも本当に大切なことは、自分ならではの表現を大切にしてそれを発展させることにあるのかなと思います。こういったオリジナリティのある写真表現に日々磨きをかけ続けているところにこそ、あのカイロスの前髪がさっと近づいてくるのだろうと井上は信じています。今回はチャンスの神様カイロスには前髪しか生えていないというテーマで、チャンスをつかむための備えについてお話をしてきました。撮影のチャンスや写真表現者としての飛躍のチャンスはいつやってくるか分かりませんが、常に準備をしておくことでそのチャンスを最大限に生かすことができるはずです。
今回の内容が皆様の写真表現活動に少しでも役立てば幸いです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。